ではですね、仕事で使う一眼カメラの他に、日常的に捜査官や画質などに妥協したくないので、高級コンパクトカメラを持ち歩いていました。しかし Xperia 1 M2 からは高級コンパクトカメラ並みのセンサーが搭載されたりですね、操作性やエンジンなども一眼カメラに迫りつつなるものにあるので、アルファのセカンドカメラとして常に持ち歩くようになりました。今回 Xperia 1 M3 では 70mm と 105mm の2つの望遠レンズが搭載されたことで、欲しいと思っていた望遠鏡の選択肢が増えてですね、表現の幅が広がったことがまず嬉しかったです。望遠レンズは一般的に超焦点レンズとも呼ばれてですね、本来広角レンズに比べてそれだけスペースが必要とされるんですけれども、 Xperia 1 M3 では、従来機とほぼ同じサイズながら、レンズ1本分増えた技術力はですね、ソニーの自社でのレンズ開発技術があったからだと思います。リアルタイムトラッキングですね。一眼アルファに搭載された時にも、近未来的で驚いたんですけれども、もうスマートフォンに搭載されてきたことにすごく驚きました。今回モトクロスを撮影しましたが、撮りたいバイクをタップして、シャッターボタンを半押しするだけでずっと追いかけてくれるので、アルファと同じようにこんな簡単にスマートフォンで撮れちゃっていいのっていう感じでした。動きを追い続けられたとしても、オートフォーカスは中のレンズを動かす必要があります。その両方を瞬時に動かすパワフルさにも驚きました。被写体の状況が変化してもひたすら追い続けてくれるので、カメラ任せで構図だけを考えて撮影することができました。またダンサーの瞳を捉えると、目の前にリボンが重なっても惑わされることなく、しっかり目にピンとなった力強い写真を撮ることができました。花束を持った女性を撮影したんですが、花の色、質感ともにいつも見ているアルファと同じ自然な再現で美しく撮ることができました。また望遠レンズが増えたことで、ボケを生かしたポートレートがより楽しめるようになりました。外での撮影は太陽の強い光がレンズに入ることでフレアやゴーストが出ることがあるんですが、 Xperia 1 M3 では ST スターコーティングなので、そのような状況でも安心感があります。シャッターボタンは一番敏感な指先で触れるので、写真を撮る上で重要なパーツです。これまではシャッターボタンがスマートフォンに搭載されたことに大きな意味があったと思うんですが、 Xperia 1 M3 ではシャッターボタンの上にですね、エンボス加工が施されて半押しもキープしやすくなったと思います。こんなちょっとしたことでも良くなっているのが嬉しいですね。今回ミュージシャンを撮影したのですが、暗いシーンでも迷うことなくシャッターを切ることができました。チャンスを逃さないために20コマ連写でも撮ったのですが、躍動感のあるノイズレスな写真を撮ることができました。Xperia 1 M3 ではどんなシーンでも身近にあるアルファとして思い立った時にすぐ撮れるのが嬉しいです。Xperia ならではのメリットとして感じているのは、大きなタッチパネルでの操作性や通信によって写真を見たり選んだり加工やシェアまでもこの1台でできてしまうことです。撮った後のワークフローの効率化や楽しみという観点ではカメラ専用機をしのぐ部分もあると思います。長年カメラ専用機でないと撮れない世界があると思っていましたが、むしろ気持ちの部分だけで進化し幅の広がった Xperia 1 M3 では半ば何でも撮れるんじゃないかなと思い始めています。 Xperia 1 M3 だけを握りしめて作品撮りの旅に出かけてみたいです。